ババテツコチャンネル、ババテツコチャンネル、まもなく12番線に秋田行き秋田新幹線が参ります。黄色い線までお下がりください。りゃ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 、嘘つけー。12番線に突撃してきたのは新幹線じゃねえぞ。12番線に普通電車が到着いたします。黄色の線の内側を向いてください。駅員さんが言い直しとるがな。黄色の線の内側を向いてください。じゃじゃーん。新幹線専用ホームに普通電車が突撃してきました。まもなく12番線に秋田行き秋田新幹線。だから新幹線じゃねえし。自動の案内放送間違っとるがな。新幹線じゃねえし。あ、でも、これ、よくあるデフォルトだったみたいです。なんか、その、秋田新幹線っていうか、ここで折り返しする、はい、なんか大曲がりから、それがすごい不思議で、そうですなかなかないです、なかなかないですよね。それでちょっと今写真撮りに来たんですけど。あれってなんで回送でここ行ったり来たりしてる？あれですか？はい。まずは、ここの線路を開けるため、次の新幹線来るんで、開けるため、そこに避けてるっていうか。あ、そうなんですか。はい、じゃあ発車するまで、なんか避けながら。まあそうですね。で、基本的にそっちの線から出る。ああ。ここ一応新幹線だっけ。あ。朱色に塗った部分は新幹線専用ホームなので、さっき入ってきた普通列車はイレギュラーだったわけですね。ポイント切り替えや新幹線のダイヤの時間が詰まってて、すぐに在来線ホーム、水色に塗った1、2、3番線に行けないこの普通電車については、この後馬場哲子が実況します。あ、そうなんですか。でも線路の幅が同じなので、ここに入ったりしてるんです。なるほど。あ、新幹線、秋田小町が来ました。北小町とお米な。お米ですよ。秋田。秋田新幹線。ああ。風が強すぎ。ここで進行方向が逆転します。そこで行き止まりだからね。じゃあ行ってらっしゃいませ。今から発車します。まあ何にせよ、こいつが気になってしょうがないですね。新幹線ホームに居座るこの701系普通電車の動きを、小町号の運転手さんの話を踏まえて、解き明かしていきましょう。まだドア閉まんないね。なかなか閉まりません。閉まりました。さようなら。スイッチバックさようなら。いってらっしゃい。いってらっしゃい。こいつどうすんの？次の新幹線来るぜよ。
風が強い。お待ち号の運転手さんが言っていたように、1、2、3番線は普通電車ホームになっていて、11番線と12番線は新幹線専用ホームです。当然レールの幅も広くなってます。標準機というやつですね。1435ミリ幅です。1番線と2番線は強気になっていまして、在来線のレール幅です。1067ミリ幅です。3番線は標準機になっています。新幹線も入ろうと思えば入れます。在来線ホームなのにです。むむむ？なるほど、分かってきたぞ。お待たせいたしました。11番線に16時47分、津小町34号東京駅到着です。行き、秋田新幹線が参ります。黄色い線までお下がりください。まもなく11番線に仙台東京方面行き秋田新幹線が参ります。黄色い線までお下がりください。まもなく12番線に普通列車が到着です。12番線に普通列車が到着です。黄色の線の内側でお待ちください。まもなく12番線に普通列車が到着いたします。まもなく12番線に秋田行き秋田新幹線が参ります。黄色い線までお下がりください。12番線に普通列車が到着いたします。黄色の線の内側を歩いてください。はーい。盛岡行き発車しまーす。新幹線の後を追うように3番線から田沢湖線の盛岡行きが発車しました。盛岡発車します。盛岡が発車するのかい。それに続き12番線の下り新幹線専用秋田行きホームに停車していた701系普通電車も動き出しました。回送列車発車します。ゆっくりですね。回送列車。にしてもゆっくりすぎる気が。さてどうすんだあの回送電車は。701系普通電車なんだけど、ピンクの帯が新幹線小町号の親戚みたいで可愛いね。そう。なんかあそこでストップしてるのかな。回送だからあれ以上は行かない感じか。あ、向こう向こう。動かない。あ、だから一回行って止まってからこっちにまだ駅に入るっていう感じなんだ。なるほど。いや、向こうに行ったね。
何なんでしょうか。さっき言った回送列車がまだ戻ってきた。謎な、あれ、この謎の動き方を知ってる方は、鉄道ファンの方、知ってる方教えてください。もう行ったり来たりで全然、なんでこんな感じなのか全然馬場徹子は分かりません。分かる人いたら教えてください。まあ仕方ないね、慣れてないから。この行ったり来たりしてる鉄道、謎なんですけど、鉄道ファンで知ってる方がいたら教えてください。よろしくお願いします。コメント欄で教えてください。馬場徹子は全然知りません。この謎の動きをする列車、コメントで教えてね。寒い寒い。来たー。神運転手さん登場。その秋田新幹線っていうか、ここで折り返しする、はい、なんか大曲がりから、それがすごい不思議でなかなかないです。なかなかないですよね。それでちょっと今写真撮りに来たんですけどあれってなんで回送でここ行ったり来たりしてる？あれですか？はい。まずはここの線路を開けるため、次の新幹線来るんで開けるため、そこに避けてる。あ、そうなんですか。はい、じゃあ発車するまでなんか避けながら。まあそうですね。で、私は基本的にそっちの線から出てる。一応新幹線だけ。あ、そうなんですか。でも線路の幅が同じなので、こう入ったりして。なるほど。あ、新幹線、秋田小町が来ました。秋田小町とお米な。お米です秋田。秋田新幹線。ああ。神対応の運転手さんが盛岡まで運転する小町号が出発します。寒いです、寒いです。風が強い。今日が一番強いみたい。運転手さんも言ってました。いつもはこの時期こんな風吹いてないですよって。今日が特別ですよって。逆に走ります。戻りました。まあ確かに終点でもないのに進行方向逆転しちゃう新幹線ってレア中のレアですよね。てか大曲駅は始発や終着駅以外で新幹線が日本で唯一方向を転換する場所なのでした。スイッチバック干渉コンプリートっすね。徹子さん。すごい。すごいすごい。後から聞き直してみると、わけわからんこと言ってたのでミュート。
今日は見るだけ見たので退却します。外に出ます。701系普通電車が気になって結局外に出ませんでした。寒い寒い。寒くて手が冷たい。とりあえず風よけに待合室へ退却。この通り、車止めがあり、線路は行き止まりなので、秋田駅と大曲駅の間約30分間、上りも下りも、新幹線は前後ろ反対になって動きます。もちろん、旅客はそのまま乗っているので、シートの向きはそのままです。だから、東京発秋田駅新幹線小町号の場合は、最後の約30分間、乗客の背中方向に進行します。前方へ流れてゆく車窓も、また、オツですね。秋田発東京行き小町号の場合は、最初の約30分、背もたれ方向から乗客の前へ向けて車窓が流れます。飛行機の着陸時みたいに G がかかるわけじゃないから、全く気になりませんし、ある意味珍しくて面白いですね。なんでダブル敬礼Baba Disco Channel.